も、かなです。今回はひたすら食べるループアニメのメイキングを紹介します。3月にアップした親子丼アニメを使ってまとめていますが、それ以前に作ったラーメンとカレーも同じような工程で作っています。楽しんでもらえたら嬉しいです。まずはキャラクターデザイン。シリーズを通して老若男女の人物を描いていきたいと思っているので、今回はおじいさんにしました。街中でスケッチした人やピンタレストで集めたおじいさんの写真とかを参考にしています。手書きのラフはこんな感じ。何人も描いているとどういう性格の人物になるかがだんだん固まっていきます。顔だけじゃなくてたまに雰囲気もスケッチして確認していました。さっきのラフを元にしてデジタルでデザインを整えていきます。このシリーズのキャラクターは多少個性的にすることと、もりもり食べているのが心配にならない健康さと、綺麗に食べてくれそうな雰囲気を意識して作っています。今回は年配の男性を描くのでひげは描きたいなと思ってました。今回のおじいさんはこんな感じ。せっかくビジュアルが決まりましたが、まずは動きの流れを頭の中でまとめるためにすごくシンプルな人型で下書きをします。カレーとラーメンのアニメでは入れなかった工程なんですけど、先に動きを理解するために今回からやってみました。どのタイミングで腕を持ち上げるとか、瞬きをさせるとか、最初に整理できたので良かったかなと思います。出来上がりはこんな感じ。ここからやっと原画です。さっきのシンプルな人型アニメを赤い線でうっすら表示しておいて、参考にしつつキャラクターを描いていきます。一つ前のフレームを薄く表示させるオニオンスキンという機能をよく使っていて、こっちは青い線で表示して、今作業しているフレームは黒で描いていく感じです。この工程は特に薄い色の線がごちゃごちゃするので、色で整理するのが大事だなと思っています。私は Photoshop を使っていますが、他のアニメーションソフトだと元からオニオンスキンの色が赤とか青になる機能がついてたりするみたいです。原画はこんな感じ。基本的な動きですが、ここで演技や表情はほぼ決まります。次にカクカクしていた原画の動きを滑らかにするために間のフレームを足して描いていきます。ここでも原画の工程と同じようにオニオンスキンをいっぱい使います。前のフレームは赤、後ろのフレームは青で表示しているので、2つの線の間に黒い線を足していく作業です。もちろんただただ間を描いていくだけの作業になってしまうと動きが硬くて単調になってしまうので、常にこの親子丼を美味しく食べている気持ちになって描いています。このシリーズを描いている時は本当にお腹が空きます。線の動画はこんな感じ。次は背景です。背景は私がこのくらいのラフを描いて、その先は全部夫のマテウシュさんが描いてくれます。マテウシュさんは元アニメスタジオで背景美術を描いていた人で、今は一緒にフリーランスで活動しています。普段は水彩や手書きで描くことが多いけど、今回は iPad の Procreate というアプリで描いていました。線画を整えて塗りで形を描いていって、
ディティールを描き込んでいきます。この絵は全部で6時間ぐらいかかったそうです。背景はこんな感じ。海の見える気持ちのいいお店にしてくれました。この後はとろっとしている親子丼がうまくループするように動かしたり、人物に色を塗ったり、湯気や卓上の小物などなどを描いて動きは完成です。これらの仕上げは時間もかかるしすっごく大事なんですけど、思いのほか地味な作業だったので今回は省きます。最後に環境音の録音風景です。遠くから聞こえる波の音や気持ちのいい店内の雰囲気が欲しかったので、江ノ島へ録音しに行ってきました。実際には風の音や人の声が入ってしまって全部は使えなかったんですけど、後ろの方にいくつか重ねて流しています。お店の雰囲気は江ノ島の裏手にある富士見亭さんも参考にしました。ここは親子丼もあるんですけど、お刺身とか定食も美味しくて大好きです。ちなみに食事の咀嚼音は実際に料理を作って食べる音を録音しています。カレーとラーメンの時もそうだったんですけど、具材の音を強調したいので録音用のご飯は具材を多めにして作っています。出来上がりはこんな感じ。背景の波が動いていることに気づいてくれた方たちがいてすっごく嬉しかったです。実は赤べこと葉っぱも揺れてたりします。最後まで見てくださってありがとうございます。コメントや評価、チャンネル登録などが新作への励みにもなりますのでよろしくお願いします。近況は SNS にアップしているのでよければ見ていってください。またね。